皆さん明けましておめでとうございます。今年ね、最初の動画は、ベストバイ2025の動画だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。実はキッチン道具だったりとか日用品もご紹介したいものがあったんですけど、ちょっと1本の動画にするには数が多くなりすぎちゃって2本立てでご紹介しようと思って、今回は家電だったりとかインテリア、雑貨、あとはお洋服、その辺をちょっとメインに20個ね、ちょっとジャンルランキング形式でご紹介をしてみました。もうね、もうどれもおすすめが多すぎて、実際に自分で使ってちょっといまいちだったなっていうやつとかは出さないようにしつつ、本当にこれはおすすめっていうものだけを厳選してみました。その中でも特におすすめだなって思うものをちょっと最後に少しお話しできればなというふうに思ったんですけど、まず家電ですね。この加湿器めちゃくちゃ可愛くないですか。この手持ちで結構お部屋どこでも持ち運びやすくて、去年買ったその象印の加湿器も今もねリビングで使っているんですけど、ちょっと大きくて上に持ち運んだりとか下にまた戻したりっていうのが結構めんどくさくなっちゃって、ちょっと寝室用とリビング用で分けたいなって思った時に見つけました。そのランプが結構ワンタッチでつけたり消したり調整ができるので、ライト代わりにも今使っていたりとかして、デザイン性がすごいスタイリッシュなので、これともう一色ベージュグレージュみたいな色があるんですけど、それとすごい迷ったんですけど、私はホワイトの方にしました。結構もう置いとくだけでモチベが上がる加湿器なので、まだまだねこれから乾燥の時期が続くと思うので、ちょっと加湿器すごいおすすめなので参考にしてみてください。あとはね、こちらのスチームアイロンがもう夫婦で結構愛用して一押しのアイテムなんですけど、すごい軽くって、私アイロンがけすごい嫌いなんですけど、なるべくちょっとシワにならない素材のシャツとか選ぶようにはしているんですが、どうしても気に入って買って今日着たいみたいなものとかはこれでもうさーってスチームアイロンするだけで割と大体のシワは取れるんですけど、基本的にはもうスチーム使いがメインになっています。結構私も今までいろんなスチームアイロン試したんですけど、その中でも結構これは優秀なアイテムっていうか、空気が結構ふわーって出るので、風と蒸気の威力でまっすぐなってるのかちょっとよくわかんないんですけど、すごく使いやすいです。あとはね、これも結構地味に活躍しているレイコップのUV 布団クリーナーなんですけど、布団干しだったりとか外ではたいたりとか、結構億劫でサボっちゃったりすることが多かったんですけど、やっぱ綺麗にしておきたいなっていう風に思った時に、床の掃除機を布団でちょっとやるって少し抵抗があるじゃないですか。なので分けたいなって思ってた時に、やっぱり王道のレイコップかなというので買ってみたんですけど、これもすごい軽くて使いやすいです。なんて言うんですかね、このはたきみたいなのがついていて、それではたいてくれるらしくて、結構掃除機でも取れないような細かいホコリとかそういうのが取れるので重宝しています。結構布団周りって髪の毛とかも落っこちるので、こまめにお掃除したいっていう方にはすごい軽いので、これはすごいおすすめです。あとは収納なんですが、こういうちょっとおにぎりみたいな三角形のこういう形のものってすごい珍しいなと思って、私よく雑誌とか本とかそのままテーブルに置きっぱなしにしちゃうんですけど、積み上がっちゃったりとかすると思うんですよね。なのでそういう時にソファーの横に置いてさっとしまって、とりあえず一時置き場としてこういうカゴがあるとすごく机の上がすぐにすっきりして
いいアイテムだなというふうに思って気に入っています。あとはね、これは結構いろんな SNS とかでも見かけるアイテムなので気になっていたんですけど、実際やっぱ店舗で見たらこのスタイリッシュなティッシュケースに一目惚れしてしまって、あとパッと簡単にワンタッチで外れるので、すごい使い勝手もいいです。本当にオブジェみたいな上質な木でできているティッシュケースなので、動画にもあったように結構箱のまんま置いとくだけでお部屋が散らかったように見えがちなので、こういうちょっとスタイリッシュな、しかもコンパクトなので横の幅がないから、こういうのをポンって机に置いといたらすごく整理整頓されているように見えるアイテムなので、これもすごいおすすめです。あとはね、これもすごいずっと買おうかどうしようかなってもう3回ぐらいカートに入れてはそのまんま放置みたいな感じだった取っ手付きのカゴなんですけど、こういうハンドルストッカーってキユカの白いやつをずっと愛用していて、でもなんかキユカのやつをキッチン棚とかの見せる収納に置くとちょっとイメージと違うなっていう中で、やっぱり一回買ってみようと思ってちょっとサイズ違いで買ってみたんですけれども、やっぱり買ってよかったです。結構紅茶だったりとかコーヒーの袋だったりとか、ちょっとしたスナック菓子だったりとか、そういうのが割と散らかりがちな方なんですが、この中にもとりあえず入れて、もう上の方に置いておけばハンドルがついてて取り出しやすいので、すごくこのハンドルがねポイントでお気に入りの収納になっています。あとインテリアなんですけれども、結構なんかおすすめの照明とかありますかっていうご質問を頻繁にいただくんですが、やっぱりあんまりデザイナーズの高すぎるものをおすすめするのもちょっと抵抗があって、なんかいろんなコスパっていう中で見ると、このプリーツとウッドの足の照明っていうのはすごくコスパが良くておすすめの照明になっています。おそらくね、元々のこういうプリーツの傘っていうのはルクリントのデザインから来ているものになるかなと思うんですが、15,000円でねこのクオリティの照明ってなかなかないので見っけものだったなっていうふうに思って気に入って使っています。あとはね、ここで調整がね簡単につけたり消したりできるっていうのも結構気に入ってるポイントです。なんか上品なゴールドなので、どんなインテリアにも合う照明になっているので、チェストの上だったりとか本棚の上だったりとか、本当にマルチに使える照明になっているかなと思います。で、最後ねこれはもう本当に思い入れ深いクッションカバーになるんですけれども、2025年ね振り返った時に一番なんか思い出深かったことなんだろうっていろいろ整理して考えていた時に、やっぱり北欧に行って、でその最後スウェーデンで私が大好きなファインリトルレイっていうブランドのエリザベットさんっていうデザイナーさんに初めてお会いして、で私はすごい彼女が作るものが大好きで、なんかそういうお話もたくさんしながら彼女のアトリエでこれをクッションカバーを購入させてもらったんですけど、本当に日本だともう人気でなかなか手に入らないアイテムなので、思い出も込みですごく大好きなアイテムになっています。最後に一つお知らせなんですけれども、書籍の発売記念イベントでちょっと東京でお話をさせていただくイベントをやるんですが、関西の方々から大阪だったりとか京都だったり関西の方にはいらっしゃらないんですかっていうような DM だったりとかコメントをたくさんいただきまして、でもずっと関西また行きたいなってずっと思っていたら、たまたまちょっとご縁があって、実はルクア大阪さんの方で2月の7日と8日の2日間トークショーの方をさせていただけることになりました。はい、ありがとうございます。本当にたくさんの
皆さんのお声もあってこういう風にちょっとイベントだったりとかさせていただける機会が増えてきたのはすごい嬉しいです。ルクア大阪さんでのイベント内容なんですが、これからねやっぱりお引っ越しのシーズンになってインテリアのお悩みだったりとか皆さんDM でご質問いただくことも増えてきているんですけれども、その中でお一人お一人どういうお部屋なのかって実際にお写真だったりとか拝見しながらカスタマイズしてお答えしたいなというふうに思ってインテリアについてのご質問だったりとかお悩みに対して一緒にお話しするようなトークショーになっております。ちょっと応募期間がですねすごい短いので概要欄の方に応募のページのリンクだったりとかは貼っておきますのでぜひ関西お住まいの方は2月の7、8の土日ですね2日間募集の方させていただいておりますのでぜひチェックしてみてください。またね来週の動画では私がやっとこれだっていう、フライパンに出会えたのでそういったキッチンツールだったりとかもう本当になくてはならない日用品のアイテムだったりとかもうめちゃくちゃおすすめなものがたくさんあるのでそれをまたキッチン日用品編っていう形でベストバイをお届けできればと思いますので楽しみにお待ちください。それではまた来週我が家でお会いしましょう。NIKOでした。